いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣り手学べるです。今回の授業は夏アジングのポイントです。サイズは1年間の中でも小さくなりますが、比較的簡単に数が釣りやすい時期になります。しかし夏アジングは冬や春と同じような釣りをしていると全く釣れないことがよくあります。今回は夏アジングで釣れるポイントをお届けいたします。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から入ります。酸素量を意識する。潮が動くところ。小アジで練習。それではこの3つについて解説していきます。まずはアジの生態について少しだけ紹介いたします。今回の夏アジングとは6月から8月までの期間を言います。捕食を行う温度、適水温は16度から25度です。夏アジングは適水温よりも高くなってくるため、アジにとっては酸欠状態になりやすい時期になってきます。酸素量を意識するについて解説していきます。夏アジングは高水温の影響により海水中の酸素濃度が低くなりやすい時期になります。特に太陽にさらされる表面層は高水温になるため酸素が極めて少なくなります。しかし水深がある深場の海水は比較的水温が低いため酸素が多い状況になってきます。そのためアジは対角にあった棚に潜んでいます。小さなアジは多くの酸素を必要としないため、酸素量が少ない表層付近でも活動できます。大きなアジになるほど多くの酸素を必要とするため、深場や沖の海水温が低く酸素量が多いところでないと活動できません。しかし、アジが移動するのは深場や沖だけではありません。河口や河川も夏アジングのポイントになります。河口は川の流れがあり、水温が低く酸素の量も多くなるため、アジが好む環境が揃っています。ちなみに川でアジングをすることをリバーアジングと呼んでいます。また、アジは河口だけでなく上流にも遡上していきます。チヌやシーバスが餌などを求めて何キロもの上流に遡上していきますが、アジは酸素や低水温を求めて遡上していきます。しかし、雨などによる濁りには敏感です。潮が動くところについて解説していきます。潮がよく動いているところは酸素が多いところにもなります。ジーソなどは波が当たる場所が多くあるため、さらしが発生します。さらしとは陸に波が当たって砕け白い泡が発生していることを言います。さらしの原因は泡になりますので、さらしのあるところは水中の酸素量が多くなります。テトラ帯も状況によっては酸素量が多くなるポイントになります。陸の形が不規則な磯ほどのさらしにはなりませんが、向かい風になると波がテトラなどの消波ブロックに当たり、さらしができてきます。また、波や風が強い場合、プランクトンも寄せられてきますので、アジもそこに集まってきます。ただし、さらしができるタイミングは、風や波が強い時になりますので、十分注意されてください。小アジで練習について解説していきます。夏アジングは表層に小アジが集まりやすい状況でした。ボトムの低水温のところには大アジが潜んでいるかもしれません。これからアジングを始められる方は少ないチャンスを求めて大アジを狙うよりサイズアップが狙える秋アジングに向けて小アジで練習しておくことをお勧めいたします。秋になればこの経験を活かして
大アジを狙って釣れるようになります。今回の授業のまとめです。夏アジングの時期は海水温が高くなり酸素量も減るため、アジは低水温と酸素を求めて移動していきます。沖や深場だけでなく川でも釣れるようになります。潮の動きと合わせて潮がぶつかるところがあるとさらに効果的でした。ジーソやテトラタイなどでサラシができているところは狙い目です。初心者の方にとっての夏アジングは小アジを相手に練習するには最適な時期です。大アジが釣れ出す秋アジングに向けて練習することをお勧めいたします。この動画で紹介する表現に釣りって学べる独自の持論もございます。一般的な説明と異なる場合がありますのでご了承ください。釣りをする際は地球や人に迷惑をかけないよう必ずルールを守りましょう。以上となります。今回の動画が夏アジングの超過アップの手助けに少しでもなれれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。